こんにちは、チャイコと申します。今回は2025年10月14日に発売されたジャストダンスの最新作、ジャストダンス2026エディションを紹介します。また、2026エディションの発売に合わせて、新たにパーティーモードという機能が追加になるなど、これまでとはいくつか変わった点がありますので、それも紹介していきます。まず、2026エディションの基本情報です。前作と同様、対応プラットフォームは Nintendo Switch、PlayStation、Xbox です。日本版のソフトは、Switch はパッケージ版とダウンロード版、PlayStation と Xbox はダウンロード版のみの販売となっています。いずれも、ジャストダンスプラスの1ヶ月無料チケットがついていますので、このチケットを使用すれば1ヶ月間、追加料金なしでジャストダンスプラスのマップを楽しむことができます。ジャストダンスプラスって何？という方は、こちらの動画で解説していますので参考にしてください。ダウンロード版の場合、ジャストダンスプラスの利用券が4ヶ月分ついたデラックスエディションと13ヶ月分がついたアルティメットエディションもあります。この2つのエディションには、後ほどお話しするパーティーモードのキャラクター、ギガボルト博士のアバターなどが入ったリワードパックもついてきます。スタンダードエディションを購入した場合でも、ジャストダンスプラスの利用券は後から購入することができますので、どうぞお好みで選んでください。私たちは今年もパッケージ版を購入しましたので、ダウンロードしていきたいと思います。パッケージ版を開けると、中にはダウンロード番号が書かれたカードが入っています。ゲームカードは入っていませんのでご注意ください。スイッチ本体から Nintendo eShop にアクセスします。番号の入力を選択し、カードに書かれたダウンロード番号を入力します。番号が入力できたら、引き換えを確定するを選択するとダウンロードが始まりますので、インストールが完了するまで待ちます。と思ったけど、2023エディション以降は全て同じソフトの中にダウンロードされるので、今回も曲が追加になるだけだったのですぐに終わりましたね。それではソフトを起動しましょう。ところでチャイコさん。はい。パッケージ版を買っても、ソフトはダウンロードするんですよね。はい。なら、パッケージ版を買う意味ってあるんですか？昨年までは、購入する店舗によってはジャストダンスのオリジナルグッズがついてきましたけど、今年はそれはなくなってしまいましたよね。はい。パッケージ版を購入するメリットとしては、まず、このケースを形として手元に残しておくことができる。私たちみたいにジャストダンスを毎回楽しみにしているような人なら、作品ごとのパッケージをコレクションしておくことができます。あとは、パッケージ版だと定価よりも安い価格で売られていることがあるので、発売すぐのタイミングでもお得に買うことができます。そうか、ダウンロード版は時期によってセールで安くなることもありますけど、通常は定価での販売ですもんね。はい。なるほど。と言っているうちにソフトが立ち上がりました。2026エディションのマップたちがプレイできるようになっていますね。ジャストダンス2026エディション、収録曲は40曲、マップ数、つまりプレイできるダンスの数は48種類あります。今作もすべてのマップ、すべてのコーチのダンスをハンドコントローラー、そしてカメラコントローラーを使用してプレイすることができます。カメラコントローラーはご自身のスマートフォンにアプリをインストールしてスマホのカメラ機能を利用します。詳しい使い方についてはこちらの動画で紹介していますのでどうぞ参考にしてください。そのカメラコントローラーですが、先日コントローラー用のアプリがアップデートされ、名前がジャストダンスコントローラーに変更になりました。そしてこれまでカメラコントローラーはベータ版としての扱いだったのですが、正式版へと変更になりました。ですが、使い方や機能に変更はなく、これまでと同様、複数人のマルチプレイには対応していません。一人プレイ用としてのみ使用できます。スコアリングシステムに変化があった様子もなさそうですよね。はい、踊ってみた感じ。採点基準に変化は感じられませんでした。そして、以前この動画で、スマホの機種によってはカメラコントローラーを使えない場合がある。というお話をしましたが、今回のアップデートでもそれは改善されていませんでした。ですので、カメラコントローラーをプレイすることを目的として、ジャストダンスのソフトを購入しようとしている方がいましたら、ジャストダンスには無料の体験版がありますので、その体験版で、お手持ちのスマートフォンが使用できるかどうかを確認してから、購入されることをお勧めします。では次ですが、スイッチ2への対応についてです。これまでスイッチでプレイすることができていたジャストダンスは、過去作も含め、
スイッチ2でもプレイすることができます。今回の2026エディションもスイッチ版としての発売になりますので、どちらでもプレイできて、かつ使用できるゲームの機能も同じです。ただ、私はまだスイッチ2を持っていないので、人から聞いた話になりますが、ゲーム機が変わることによる変化は多少はあるそうで、まず、スイッチ2の方が映像が綺麗、画面の読み込みのスピードが速い、あとは、ジョイコンの違いです。内蔵されているモーションセンサー自体に大きな変化はないようなのですが、スイッチ2の方がジョイコンが大きいので、これまでのスイッチのジョイコンに慣れている人にとっては、握った時の感触が変わってしまい違和感を感じるかもしれません。スイッチ2ではカメラを接続することができるようになったので、ジャストダンスでもこれを使用した機能が追加されたりするのかなと期待したのですが、そうではないようですね。はい、私もこのカメラをカメラコントローラーとして使用できるようになったら良いのになと思ったのですが、ジャストダンスのスコアリングシステムには対応していないようで、コントローラーとして使用するのは難しいみたいです。引き続きスマートフォンを使用するしかないんですね。はい。では続いて、2026エディションの発売に合わせて、新しく追加になった機能、パーティーモードを紹介します。これは2026エディションだけでなく、2023エディション以降のソフトを持っている方なら誰でも使用できる機能です。遊び方を見てみましょう。画面の左側、以前はプレイリストという名前だったタブがアクティビティに変わりました。ここに入ってパーティーモードを選択します。アニメーション映像が流れますが、今はスキップします。新しいパーティーを選択します。このモードでは1人から最大6人まで同時にプレイすることができます。なお、この機能はオンライン上で別の場所にいる人と対戦するオンラインマルチプレイには対応していません。複数人でプレイできるのは一つのゲーム機を使ってその場で同時にプレイするローカルプレイのみです。では、ジョイコンをもう一つ接続してチャイコさんと2人でプレイしてみましょう。2人と言っても動画の制作者が1人でジョイコンを2つ持って踊るんですけどね。次は難易度を選択します。イージー、ノーマル、ハードがありますので、今回はノーマルを選択します。次はプレイ時間の長さを選択します。ショートは最長10分、ミディアムは最長20分、ロングは最長30分。今回はショートを選択します。ではダンスを始めます。そうするとショートの場合は5つのテストが出てきます。各テストは何%クリアできたら合格というラインが決められていて、この合格ラインを超えることができたら次のテストに進むことができます。では、1つ目のテストです。踊るマップを選択します。マップはご自身が持っているエディションと、ジャストダンスプラスに加入している人なら、ジャストダンスプラスの収録曲を加えた中からランダムに表示されます。もし別のマップで踊りたい場合は、決められた回数内ならシャッフルして選び直すことができます。今回はこのマップでいきます。それぞれのプレイヤーが踊りたいコーチを選んで、スタートです。テスト内では1分から2分程度にカットされたショートバージョンのマップをプレイします。その間に色々な仕掛けが出てきます。まず、妨害です。このドクターギガボルトが画面を隠したりなど、あらゆる手を使ってダンスの妨害をしてきますので、それに負けずに踊り続けます。あとは、アクションです。途中、特定のアクションをするよう指示が出されますので、その時はダンスを一時中断してそのアクションを実行します。そして踊り終わって規定ライン以上のパーセンテージを獲得できたら合格、次のテストに進むことができます。こうして全てのテストをクリアできたら終了です。スコアを競い合うというより協力してクリアを目指すという感じの機能ですね。はい、パーティーモードの名前の通り、みんなでやったら盛り上がりそうですよね。もちろん一人でプレイしても楽しむことができますので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。次も新しい機能の紹介です。無料体験特訓システムというのができました。これはジャストダンス2023から2026エディションのいずれも持っていない人向けの機能で、この動画の投稿が10月18日になる予定ですが、それから間もなく数日中に利用可能になると思われます。ジャストダンスは無料の体験版がありますので、購入しなくてもソフト自体をダウンロードすることはできます。それで、いずれのエディションも購入しない状態でログインすると、一定数のトークンをもらうことができます。そして、1トークンにつき、最新のエディション、今なら2026ですね、の中から好きな曲を1回プレイすることができるそうです。で、そのトークンを使い終わっても、2曲は引き続きプレイすることができますよ。
という仕組みになっています。今まで体験版は最初から決められた曲だけしかプレイできなかったけど、好きな曲が試せるようになるのは良いですね。では、次は2026エディションの収録曲の紹介をしたいと思います。まず、ジャストダンスのレギュラーアーティスト、レディー・ガガです。今年は、アブラカタブラとゾンビーボーイの2曲で、どちらも2025年に発売された最新のアルバムに収録されている曲です。アブラカタブラはエクストリームバージョンもあります。難しそうですけど、ミュージックビデオの雰囲気そのままに踊れるのは楽しそう。はい。その他の女性アーティストも見ていきましょう。ドゥアリパも、フーディーニとラブアゲインの2曲が入っています。前作に続き、2回目の登場となるサブリナ・カーペンター、メラニー・マルティネス、今回が3曲目の登場となるテイト・マクレイ。ジャストダンス初登場のチャペル・ローン、ドーチ、ローラ・ヤング、シグリッド。そしてマドンナ、シンディ・ローパーのベテランアーティストもいます。あ、このコーチ、すごくシンディ・ローパーっぽくて私好きです。可愛いですよね。シンディ・ローパーのこの曲は過去にも一度ジャストダンスに収録されたことがあるのですが、今回は新しい振り付けとして生まれ変わって再登場した形になります。今年は K-POP アーティストとしてベイビーモンスターが収録されています。そしてブラックピンクのロゼとブルーノマーズのコラボレーション曲アパトゥ。この曲は韓国の飲み会などで流行っているゲームに由来していて、ノーマルバージョンのマップではそのゲームをイメージした振り付けになっています。続いて男性アーティストです。久しぶりに登場のエド・シーラン。あとは今回が初収録となる人が多く、ポストマローンフューチャリングモーガン・ゴーレンのアイ・ハド・サム・ヘルプ、カントリーポップ、ポール・ラーセル、マックル・モア&ライアン・ルイス、フューチャリング・ワンツのスリフトショップ、ヒップホップ、スマッシュマウス、ワンリパブリック、コールドプレイ。この辺りはロック系。そして1980年代以前の曲も多く、パトリック・ヘルナンデスの Born to be Alive。ただしこれは2021年に再録音されたリボーンバージョンとなっています。そして M、ロビン・スコットのポップミュージック。ディスコソングにテクノポップ。この時代のテクノポップ系の曲はジャストダンスでは珍しいので、と思いましたよね。あとはラバンバ、Don't Go Breaking My Heart、ロッキン・アラウンド・ザ・クリスマス・ツリー。この3曲は使用されているのはオリジナル曲ではなく、ジャストダンスによるカバーバージョンとなっています。あとこの辺りは世界的に有名な曲というわけではないのですが、以前の動画で解説したダンスホールやドミニカン連邦、他にもインド系のエレクトロニックダンスミュージックやアフリカ系、マッチョ系、原始人系など、どれも個性豊かで、踊っていて世界の音楽の多彩さを感じられそうなマップたちです。私もどれも踊るのがすごく楽しみです。あとは UBI ソフトのオリジナルの楽曲、それとオーストラリアの子供向けアニメブルーイのマップもあります。日本でも YouTube に公式チャンネルがあったり、テレ東でも放送されてますね。はい、とても可愛い振り付けで小さいお子さんでも楽しんで踊っていただけそうです。あとは2024エディションまではあった日本限定曲ですが、残念ながら今年もありません。残念ですが、なんとあのアントニメロメロが帰ってきました。知らない方に説明すると、ワンコにメロメロとはジャストダンスオリジナルのアーティストで、これまでチワワなど日本語の可愛い系の曲を提供してくれていました。この4つのマップはジャストダンスプラスでも踊ることができます。ジャストダンスコミュニティの間でも人気のアーティストなのですが、今回8年ぶりの新曲が収録されました。まさか帰ってきてくれるとは思っていなかったので驚きましたよね。はい。今回はソックスをテーマにした曲で、これまでと変わらずワンポにメロメロらしい可愛さが満載です。以上が収録曲ですが、全体をパッと見た感じ、本格的なプロレベルのダンスから、動きが簡単でダンスにあまり慣れていない人でも踊りやすそうなマップがあったりと、2025エディションと同じぐらいの難易度かなという印象を受けました。チャイコさん、この中で何か気になった曲はありますか？そうですね。レディー・ガガのアブラカタブラがすごいかっこいいので、これはぜひ極めたいです。エクストリームも踊りこなすのは難しそうですが、こういうマップをカメラコントローラーでハイスコアを取ることができるようになったらかっこよいですよね。あとは、Born to be Alive。この古き良きエアロビスタイルがたまらないなぁ、と思う一方、クレイアニメバージョンの方は、最初見た時、キャラクターと曲のイメージが合わないなと思ったのですが、いざ映像を見てみたら、
すごくダンスが曲にマッチしていたので、あ、これ絶対踊ったら楽しいやつ、と思いましたね。アニメーションの世界をじっくり味わいながら踊りたいです。チャイコさんが気になった曲は何ですか？私はまずチャペルローンで、このアーティストのことは今回初めて知ったのですが、今世界的に注目されている方だそうです。彼女のドラッグクイーンをイメージした個性的なキャラクターも人気の理由なのかもしれませんが、私は音楽性がすごく良いなと思って、この曲は1980年代頃の音楽に影響を受けているそうで、私も最初聞いた時に、すごく懐かしい感じを受けたんですけど、すごく音が優しくて、歌声も綺麗で、スッと染みるように耳に入ってきますよね。今回のマップはどちらも曲の雰囲気に合ってますよね。はい、踊るのが楽しみです。あとは、コールドプレイのビバラビーダです。この曲はすごい名曲だし、ジャストダンスに入っててもおかしくないのに、なんで入ってないんだろう、と前から思っていたので、今回収録が発表された時は嬉しかったです。ただ最初にトレーラーを見た時に、曲の内容の割にはマップがポップすぎないか、と思いました。この曲は、歴史上のある出来事について歌っているのではないかと言われていて、18世紀後半のフランスですよね。はい。なので歌の内容を考えると、この先彼にどんな運命が待ち受けているんだろうと気になってしまって、穏やかな気持ちでは踊れない気がします。もしかしたらこのマップは、曲で歌われている出来事があった後の彼の世界を描いている可能性もありますよね。となると、なぜ空に浮かんでいるような背景になっているのか、その意味もいろいろと考えてしまいますね。なんて、こんな感じでそれぞれのマップの世界を自分なりの解釈で、自分なりのイメージを持って踊るといろいろと楽しめると思います。では、ジャストダンス2026エディションの説明は以上です。チャイコさん、動画の撮影も終わったし、私たちも踊りましょうか。はい。どうしよう。どのマップから踊ろうかな。皆さんもぜひ、ジャストダンス2026エディションを楽しんでください。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。あれ、そういえば今年はストーリーモードのマップがなくなっちゃいましたね。はい、ラスプーチンとグライドもいないし、ジャストダンスチームさん、いつか物語ちゃんと完結させてください。